皆さんこんにちは。ハンドメイドきよちゃんです。今回も、トップスを編んでいこうと思うんですけど、モチーフを使った、トップスを編みたいと思いますので、最初に、モチーフの編み方をご紹介していきます。こちらがサムネにあった、配色のモチーフになります。こちらの糸は黒とベージュと白はダイソーさんの糸になります。全部で1、2、3、4色で編んでるんですけど、この3色はダイソーさんの糸になります。こちらのアクリルの中細の糸になります。こちらはオフホワイトで、ベージュとブラックになります。全部同じ色違いなんですけど 40g で、だいたい 120m 糸長があります。材質はアクリル 100% になります。こちらの糸を4号針で、これ編んでいます。で、ここの、グレーのところなんですけど、この糸は、グレーが私が行ったお店になかったので、もしかしたらあるのかもしれないんですけど、なかったので、友人からいただいた糸を使って編んでいこうと思います。そちらの糸をご紹介します。ちょっと、この糸は、中心が黒の細い糸になっていて、このモヘアがグレーの色になっていて、ちょっと節がある感じなんですけど、ラメがシルバーのラメが入っている。この光ってるのがシルバーのラメが、入ってます。こういう感じの、糸になります。これもちょっと利用できたらなと思います。あと、こちらもいただいた糸になるんですけど、スキーヤーンの、だいぶ昔の糸でちょっと黄ばんじゃってる糸なんですけど、レース針0号から1号の、細い糸になります。アクリルが 45%、毛が 37%、ナイロン 18% の糸になります。こちらの糸と、先ほどの、モヘアの糸を、2本取りにしてグレーの部分は編んでいこうと思います。用意するものは糸の太さに合ったかぎ針ととじ針と糸切りばさみと、必要な方はメジャーと、あとすいません、このマーカーも私あまり使わないので、説明には使ってないんですけど、だいたい最初の、立ち上がりの鎖目のところ、立ち上がり鎖3目だったら、3目目とか、鎖2目だったら2目目のところに、このようにマーカーすると、初心者の方は最初の目がわからなくて済むと思うので、マーカーをお使いください。では、ご紹介していきます。鎖の作り目から編んでいきます。このように針に糸をかけて引き抜いて、このように短い方を引っ張りまして、この輪を絞ります。そして、こちらの長い方でこう引っ張ってこの輪を絞ります。
そしたら、ここから編み始めていきます。針に糸をかけて、引き抜いて、これで鎖が1目編めました。これを全部で4目編みます。2、3、4。はい。4目編んだら、最初の目、1、2、3、4目。この最初の目に戻って糸を引き抜きます。裏山と表の鎖の1本をこのように拾って引き抜きます。はい。そしたらこのような輪になりました。そしたらそのままここから鎖を、先ほど編んだ鎖を3目編みます。1、2、3。で、3目編んだら、これが長編みの1目分になります。長編みと鎖の交互を編んでいくので、これが長編み1目分になって、次が鎖1目編んで、これで長編み1目と鎖1目分になります。編んでいくとわかると思います。針に糸をかけて、この輪になった穴のところに側に針を入れて、で、この糸端も一緒に、この、鎖のところの上にこのように乗せて、それで針に糸をかけて、糸を引き出して、で、また針に糸をかけて、この針にかかってた2本を引き抜きます。また針に糸をかけて、この針にかかってた2本を引き抜いて、これで長編みが1目できました。これが長編みになります。そしたら、鎖を1目編んで、また針に糸をかけて長編みを編みます。この輪のところに側に針を入れて、この糸端とこの鎖の輪をこのようにして、で、針に糸をかけて糸を引き出して、また針に糸をかけてこの2本を引き抜きます。また針に糸をかけてこの2本を引き抜きます。で、次は鎖1目で長編み、で鎖で次長編みという感じで、1、2、3、4、5長編みを編みました。あと3長編みを編み入れます。その間に鎖が入ります。鎖を編んで、長編み、鎖を編んで、長編み、鎖を編んで、長編み。これで、この立ち上がりも含めて、1、2、3、4、5、6、7、8目、長編みを編みました。そしたら、最後に、鎖を1目、編むのを忘れずに編んでもらって、最初のこの鎖3目の立ち上がりの目の1、2、3目目に針を入れます。そしたら、次、糸を変える方は、ここで変えたいと思います。ここでもう糸を切っちゃいます。次に、
白で編んでいこうと思います。はい。そしたら、小指で針を持って、このように針に糸をかけて糸を引き抜きます。長編みの、立ち上がり鎖3目の3目目に、このように、裏山と、この表の鎖の1本をこのようにして引き抜きます。ここの、針にかかってる、輪のところも、通ってこのように引き抜きます。そしたらちょっとこの最後の目はちょっとこの後ろから引っ張りながらこの、立ち上がり鎖3目と鎖1目のここのところに側に針を入れるんですけど、側に針を入れてここで一回引き抜きます。はい。そしたらちょっとこのちょっと長くなっちゃったんで、本当はもうちょっと短く、ちょっとこう短くしたかったんですけど、このように、絞ってから、鎖を2目編みます。これ立ち上がりの目になります。1、2、編んで、長編み2目の玉編みを編んでいくんですけど、今、側に針を入れたところ、同じところにまた側に針を入れて長編みをここで編みます。これで、長編み2目の玉編み分になります。そしたら間に鎖を入れます。また鎖を1目入れて、でここでちゃんとした長編み2目の玉編みを編みます。今の同じところにまた側に針を入れて長編みの未完成を編みます。この、2本を引き抜いてまた針に糸をかけて同じところに側に針を入れて針に糸をかけて糸を引き出してでここの最初の2本を引き抜いてこれで長編みの未完成が2目編めました。そしたら最後に針に糸をかけてこの3本を全部引き抜きます。これで長編み2目の玉編みが編めました。そしたらまた鎖を編んで長編み2目の玉編みを編んだら鎖を間に必ず入れるように編んでください。また針に糸をかけて今鎖を1目編んだので玉編みを次編みます。そしたら今度は、また長編みの次の長編みの、ところの隣の鎖のこの、空間にまた針を入れて、玉編みを編みます。長編みの未完成を2回このように編んで最後に引き抜きます。これで玉編みが1つできました。そしたら鎖を1目入れてまた今同じ目に長編み2目の玉編みを編みます。はい、このようにV になる感じで1つのところに2個玉編みを
編みます。その間に鎖を入れていきます。で、次も鎖を1目編むのを忘れずに編んでから、今度隣のこの空間のところに玉編み、長編み2目の玉編み、鎖を1目入れて、また同じ部位の片方のこっち側ですね。こっち側を編み入れます。玉編み、長編み2目の玉編み。そしたら鎖を1目編んで、今度は隣の目に玉編みを編んでいきます。鎖を入れて、それで、すいません。ここの糸端を入れ忘れました。ちょっと、糸始末めんどくさい方は、この、今編んでる方の、この、編み出しの最初の糸端の部分を、また、最初のこの作り目から1段目編んだ時のように、一緒に編み込んでいくと糸始末をしなくて楽なので、編みくるんでいくといいと思います。では、ぐるっと一周編んでいきます。はい、そしたら、この最後の穴のところに来ました。ここも同じように、長編み2目の玉編みを編んで、この前のこの穴のところの間にも鎖は同じように編んでから玉編みを編んで、また鎖を編んで、この同じ穴のところに針を入れて、このように玉編みを編んで、最後に鎖を必ず忘れずに編んでから、最初のこの玉編みのところ、鎖2目で立ち上がって長編みを編んだ、ここの目、長編みの頭の目の頭か、このところに、針を入れて糸を引き抜くんですけど、ここでまた配色を変える方は、次の糸に、変えたいと思います。で、この今編んだ糸はカットして、次の糸を編んでいきます。ちょっとここが結び目になっているので、はい、小指で持って、それで配色を変えます。糸を針にかけて引き抜いて、はい、これで変わりました。そしたら、次も、ここが今、立ち上がりの鎖2目。で、この長編みのこの玉編みの台替のところの、とこの、玉編みのこの間の鎖のところ、ここにまた糸を引き抜きます。1回。ここで糸をこのように引き抜いて、またちょっと糸端を引っ張って、目をちょっと絞ってから編み始めていきます。そしたらまた、今度は、長編み3目の玉編みを編んでいくんですけど、ここで立ち上がり鎖2目編んで、
針に糸をかけて、これで、このピンクの方は、ちょっと編みくるんでいきたいので、ちょっと一回、この白の糸とこう交差させて、こんな感じで。はい。それで、この、側に針を入れて、この糸端も、この針に乗せて、それで長編みを編みます。長編みの、未完成ですね。糸を引き出して、また針に糸をかけて、2本だけこのように引き出します。そしたらまた針に糸をかけて、同じこの穴のところ、V になっているここの、真ん中のところに針を入れて、この糸端も入れて、糸を引き出して、また針に糸をかけて2本引き抜きます。これで、長編み2目の未完成を編んで、で、針に糸をかけてこの3本を引き抜きます。これで、この立ち上がりも含めて長編み3目の玉編みになったことになります。そしたら鎖を今度2目編み入れます。そしたら、この穴、さっきはこのように V になる感じで、2個玉編みを穴のところに編み入れたんですけど、ここのところは、3段目は1回だけ、玉編みを編んでいきます。ので、今度は、隣のこの穴のところ、V と V の間のところに側に針を入れて、糸を引き出して、長編みの未完成。これを3回、糸を引き出して2本引き抜いて、これで2個目。次3個目。引き出して、最後に1、2、3、4本。一気に引き抜きます。これで長編み3目の玉編みが編めました。そしたら鎖を2目編んで、今度はこの V の真ん中のところのこの穴に針を入れて、もうちょっとこの糸端も編みくるんで、玉編み、長編み3目の玉編みを編みます。はい。で、鎖を2目入れるのを忘れずに、針に糸をかけて、今度は V と V の間のこの穴のところに側に針を入れて、糸をぐっと引き出して、で、針に糸をかけて2本。また、この穴のところに側に針を入れて、長編みの未完成。またもう一個。長編みの未完成を編んで、最後に一気に引き抜きます。で、鎖を2目。これを繰り返していきます。で、この糸端は、ある程度編みくるんだら、もう入れなくていいです。はい。編んでいきます。もう入れないです。
でこの糸端はこの白の後ろ側にね、編みくるんでいくように、表に出ないように、この白い編み地のところに隠れるようにね、編みくるんでください。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。15個、玉編み、最初の立ち上がりの部分も含めて15個、玉編みを編んできました。最後のこの穴のところに玉編みを編みます。鎖をね、2目入れるのを忘れずに編んでから、長編みの未完成を3回編んで、最後に引き抜いて、これで最後の玉編みが編み終わりました。そしたら、鎖をちゃんと2目編んで、これでまた、配色を変えます。立ち上がり鎖3目で長編みを未完成を編んで、最後に引き抜いたここの目ですね。この目の頭に針を入れて、ここで配色を変えるので糸をカットします。今度は水色で編んでいこうと思います。はい。小指で持って、このように糸を引き出して、この糸端を引っ張って、はい。そしたら、一回ちょっと、この前段と今度の糸端を交差させて、それで糸を引き抜きたい。今度ここの穴、玉編み、この立ち上がりのここの玉編みの、鎖2目編んだここの穴に針を入れて、一回糸を引き抜きます。はい。そしたら、今度は立ち上がり鎖3目編んでいきます。1、2、3目。今度は長編み3目の鎖を、2目編みます。これ、長編み1目分なので、あと2目長編みを編みます。角の部分を編んでいくので、鎖が間に入ります。この、糸端も針の上に乗せて、長編み。針に糸をかけて、同じ目、ここの同じ穴ですね。に長編みを編みます。はい。そしたらここ角の部分になるので、鎖を2目編みます。そしたら今のここの穴のところにまた針を入れて長編みを今度3目編みます。ここが角になるので、ここの、角のところの長編みはちょっと足を長めにして、だんだんちょっと足を短くしていく感じで、糸を引き出します。糸をグって、こことここの編んでいけばわかるんですけど、ちょっと足の
この長編みの足の長さを調節するというか、ここが角になるので、こことここは足をぐーっと針で出す感じで編んで、徐々にこう、なので最初の、立ち上がり鎖3目は、だいたい普通に編んでもらって、この2目目と3目目をちょっと微妙に調整する感じで編みます。で、鎖2目編んで、ここの長編みはぐーっと針を出す感じで、足を長くして長編みを編んで、次はこれよりもちょっと短くして、で、さらにまたちょっと短くして、長編みを3目編み入れました。そしたら今度は、四角のうちのまっすぐのところになるので、同じような感じで編んでいけばいいです。2、3目。で、あと2回同じように編みます。この間に鎖は入りません。今度隣のこの穴に長編み3目。3目編んだらまた今度隣のこの前段の穴に長編み3目。もう、前段までが円形なので、ちょっと、ここから足の長さを、調節すると綺麗な四角になると思うので、ちょっと長めになった方がいいかと思います。ここら辺、3個目ぐらいの、長編み3目のところから調節して足を、長くしていった方がいいと思います。ぐーっと。ここよりももっと長く、ここよりも今の前面よりももっと長くっていう感じで、最後3目目はぐーっと長く。ちょっともうこの板端は編み入れるのをやめて、で、3目編んだら、鎖を2目、ここ角になりますので、鎖を2目編み入れて、また今のところに長編みを3目編み入れます。ぐーっと、糸を引き出して長編み。今よりはちょっと短めの長い長編み。で、またちょっと短めにして長編みっていう感じで編みます。そしたら、今度は隣のこの穴のところに長編み。3目長編みを編んで、次はもう普通に長編みを3回編んで、次、長編みの3回が3回編み入れるの3回目なので、ちょっと最後長めにして、で、今度角のところになるので、ここも、だんだん長くしていく感じで編んで、最後はぐーっと引き出しての長編みで、で、角なので、鎖、2目。で、同じところに
長編みを調整しながら3本また編みます。はい、このように角を編んだらまた1、2、3個、長編み3目編んで、また角っていう感じでここまで編んでいきます。はい、最後の穴のところに来ました。角から1、2、長編み3目のところを編んで、今度3回目ですね。長編みを3回編み入れます。2。で、ちょっと最後は、ここの2目よりも長めに、このように編んで、それで、最初の目に、これは、最初の目に引き抜いていいです。1、立ち上がり鎖3目の3目目に、このように糸を引き抜きます。そしたら、次は、そのまま配色を変える場合は、糸を引き出した方がいいかな。引き出してカットして、で、もし配色変えない場合は、そのまま、糸をこう引き抜いたら、ここのところ、この角の穴のところまで、この一目飛ばして、この長編みの目の頭に一回、引き抜いて、もう一回、今度側に針を入れて糸を引き抜いて、ここの角まで来ます。はい。配色を変える場合は、ここ引き、長編み、立ち上がり鎖3目の3目目に糸を引き抜いて、そのまま糸をこのように引き出して配色を変えます。白でわかりやすい白がいいですかね。白で編んでいきたいと思います。どうしようか。ここからでもいいし、ここからでも、どこからでもいいので、この角から編んでください。1、2、3、4、5段目は、角から、穴に側に針を入れて糸を引き出して、それで、もうそのままこれ、一目長編みで数えちゃっていいです。1、2、3目。これ編んだことにします。こう絞って、あともう一目編む場合もある、編む場合が主流かもしれないんですけど、もうこのように、3目として、私は数えてしまいます。で3目編んで、針に糸をかけて、ここでまた、先ほどのこの編み方と同じです。長編みを3本編んで、この今つけた糸端も一緒に編みくるむと糸始末が楽なので編みくるみます。これで、3本長編み編んだことになります。この立ち上がりも入れますので。
そしたら、鎖2目入れて、また糸端も編みくるみながら、この角になりますので、足を調節して、このように3本編みます。そしたら、もう先ほどと同じです。ここの、今回は鎖前回編んでませんので、ちょっと狭いんですけど、この長編み3本の、間のところ、3本編んだ間のところに、編み入れていく形で、長編みを3本編んでいきます。1、同じところ、穴のところに側に針を入れて、長編みを3本。はい。次、ここの前段の長編み3本と3本の間の穴のところに側に針を入れて、長編みですね。長編みを3本。こんな感じで、今度は長編み3本が4回ですね。角に来るまでに4回編んでいきます。2、3。はい。角から1、2、3、4回編んだら角に来ます。角のこの鎖2目のところの穴のところに、ここ、足の長さ調節しながら、足を長くして、それで鎖を2目編んで、また同じところに3本長編みを編み入れます。はい。はい。そしたら、次のこの穴のところに3回。1、2、3回。ここも、ちょっとここの角に近い方の長編みは足を長めにちょっと編んで調節してください。そうするともう、5段目には綺麗な、1、2、3、4、5段目。この5段目には綺麗な四角になると思います。まだね、4段目まではね、ちょっといびつな四角形になってますけど、もう5段目になれば、この足の調節で綺麗な四角形になると思います。はい。はい。1、2、3、4回長編み3目を編み入れたので、角になります。はい。ここで足の長さをちゃんと調整して、で、鎖を2目入れて、また角の穴に、玉編みになってしまった。長編みを3回。で、ここまでぐるっといきます。はい。角から1、2、3。長編みを編んできました。今度最後、ここのところに長編みを3目編み入れます。ちょっと糸が割れてしまって。長編み1目。
2目。はい。3目編み入れました。そしたら前段のちょっと糸端をこう引っ張って、この立ち上がりの3目目、最初の目ちょっと分かりづらいんですけど、ここから1、2、3目目のところに、このちょっと引き抜かないで、糸をカットして、この針にかかっている糸を引き出して、で、閉じ針で、ちょっと、毛糸が太いので入りづらいですけど、この3目目、1、2、3目目のこの鎖のところ、この2本をこのように拾って、で、ここ、最後のところの、鎖のところからこう、糸が出てる、ここのところに、このように鎖になるようにして、そして、裏山、ちょっと心配なので私は、この編み地のところに縫い付けるようにして、始末します。まあ、平気な方はね、こういうところにこう、さーって入れて、これで終わりにしちゃうんですけど、ちょっと心配なので、1、2回縫い付けてから糸始末します。他のね、これ編み入れた、編みくるんだなので、まあこれは切っちゃいます。編みくるんだのと編みくるんでないのと間違えないように糸をカットしてください。あとは、先ほどのように、ちょっと編み地に縫い付けてから、こういう感じで、縫い付けてから、ちょっとこう、さっと入れて、はい。このようにして、糸始末していきます。はい。アイロンはすいません、かけてないんですけど、このように出来上がりました。これが裏になります。はい。これだけでも、6号針で編んで、太糸なんですけど、15センチぐらいの、大きさの1枚大きいモチーフになったので、これだけでも、これアクリルの糸なので、アクリルたわしになると思います。配色もなかなか可愛いなって思いました。サムネイルでは、こちらを紹介しましたので、この、配色替え、糸をいろいろ、このように、変えて、何か編んでいこうかなっていうふうに思っていますので、作品を見たい方でまだチャンネル登録してない方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。この編み方参考になったよという方は、ぜひグッドボタンお願いします。では次回もご視聴ください。ありがとうございました。